2月革命とは、1917年2月、1914年に始まった第一次世界大戦の影響で、国民の大量の死者や食料不足などが一気にのしかかり、その矛先がロマノフ一家に向きます。ざっと2月革命までの経緯を説明すると、当時の民衆は1904年に勃発した日露戦争に敗北したのを機に、農作物の不作や階級闘争問題などが積み重なったこともあり、ニコライ2世へ激しい不満を抱くようになっていました。当時の民衆は皇室に不満を抱きつつも、宗教上の絡みとして皇帝崇拝の観念をしっかり持っていたことから、1905年に入り、民衆はすぐにニコライ2世へ日露戦争の中止や労働条件の見直し、そして貧困に対するあくまでも前向きなデモを起こします。この時のデモの参加人数はおよそ10万5千人、うち行進参加者数は6万人にも及びました。当然政府はこのデモを沈静化するために軍隊を動員したのですが、デモ隊のあまりの大人数に鎮圧することは困難を極めました。そしてついに一部のデモ隊が宮廷の門まで迫ったことが起因と言われ、軍隊が武器を所持していない非武装のデモ隊に向かって発砲したのです。この発砲により、現場は銃声と人々の叫び声が飛び交い、合計1000人以上の死傷者が出たのです。この事件を血の日曜日事件と呼びます。この事件をきっかけに、国民はニコライ2世とその家族たちに反感的な目を持つようになっていきます。そして冒頭で述べた1917年2月23日、国際婦人デーに首都ペトログラードで女性労働者を中心としたデモが発生しました。このデモは女性だけでなく、男性労働者やツァーリを守る立場にある兵士までもが参加するほどの大規模なデモとなりました。その事実はそれほどの国民の苦しみと限界の数だったのでしょう。しかしこのデモにより、ロマノフ一家は最悪の方向に進んでしまうのです。ニコライ2世は国民の怒りを鎮めるため、当時皇帝専制政治だったのにかかわらず、異例の立憲主義に移行し、国民の意見を取り入れる国会、こちらはたびたびロシア語でドゥーマと言われます。この国会を開設しました。しかし時代は戦争真っ只中。ニコライ2世は国民の世情より国王として国を掲げて戦うことが使命であり、それを実行したのです。当然長年苦しみすぎた国民は、国民を大事にしないニコライ2世およびラスプーチンと密接な関係だったアレクサンドラ皇后を許すことはできませんでした。ロマノフ一家監禁生活。皇帝一家は臨時政府により拘束され、アレクサンドロフスキー宮殿で軟禁されるようになります。皇室一家という立場から一気に一般市民になった彼らに対して、周りの人間から粗雑に扱われるようになっていきます。その矛先はアレクセイにも向きました。アレクセイにはジェレベンコという水兵の世話係がいました。日頃からジェレベンコはアレクセイを非常に可愛がり、血友病のことも知っていて、普段からアレクセイの体を気に留めさすってあげるなど、信頼関係が高い人物でした。しかしそのジェレベンコから非常な扱いを受けてしまいます。実録として、当時アレクサンドラ皇后の女官として働いていたアンナがこのように解雇しています。私はアレクセイの開いたドアの前を通り過ぎようとし、ジェレベンコ水兵が椅子にふんぞり返って座っているのが見えました。彼が愛し世話をした少年に対し横暴な態度で、あれを持ってこい、これを持ってこいと使用人にさせるようなことを大声で怒鳴っているのでした。少年は恐怖で気が遠くなり、自分がさせられていることの半分も分からず、ただ命令の通りにしようと動き回っていました。皇室一家という絶対権力を家に持ち、またその国の象徴ともされるべき人物が突然行動を制限、拘束されて、また生活環境が急に一変したり、周りの態度が一変してしまったりするのは、
とても残酷な現実を急に突きつけられたんだなと思いますね。しかし元来アレクセイ皇太子はとてもいたずらっ子で、またやんちゃで明るい性格の、子供だったので、彼は拘束中でもこういう行動に出るのです。この写真はトボリスクで拘束されている時に撮られた写真だそうです。このように努めて明るくして行動をとり、みんなの不安を取り除いてあげていたのかもしれません。しかしこの時アレクセイは退屈しのぎだったのか、建物内の階段をソリで降りる遊びをして思わず転倒してしまったのです。そのせいで持病の血友病が悪化し、アレクセイは悲鳴を上げながら、ママ、僕は死にたい。死ぬことなんか怖くない。ここでこうしているのがとても怖いんだ。とアレクサンドラ皇后に訴えたのだそうです。また、ロマノフ家に同情的だった警備兵は、アレクセイについてこのように書き残しています。かわいそうに、アレクセイは一日中寝たきりだ。ニコライ2世がアレクセイの簡易ベッドを部屋から部屋へと押し歩いている。顔面は蒼白で、目は狼に追われた獣のように怯えている。それでも私の方を見てはにっこり笑い、私が再敬礼するとおどけてみせるのだった。私はこういったエピソードを知るたびに、たびたびロマノフ一家の悲劇から目を背けたくなってしまいます。またパーベル・パガナッツィという著者が当時を生きたこんなエピソードを綴っていたので、その一文を紹介したいと思います。パスハの後、渡航期になると皇太子が皇女オリガ、タチアナ、アナスタシアとともに汽船ルーシでトボリスクからシュメーニに到着された。ここでは追悼に黒山のような群衆が集まっていて、皇帝のお子様たちをお迎えした。皇太子を見た群衆は大声で泣き出した。私たちの尊い皇太子様、私たちのお優しい皇太子様、あなた様は私どもから離れてどこへいらっしゃるのですか。なぜ私たちを置き去りになさるのですか。男も女も泣いていた。この光景は到底涙なしに見ることはできなかった。手に緑の草や花を持って出迎えた群衆は、それを皇太子たちの通路に敷き始めた。このように首都から離れた地方では皇帝イコール神という崇拝の観念が残っていたりして、この事実はアレクセイが人々にとって唯一無二の存在であることを実証しているのがわかります。一家はシベリアのトボリスクに移動した後、さらに赤軍の拠点としているウラルのエカテリンブルクに移送されました。そしてこのエカテリンブルクにてとうとう一家に安定の運命が訪れるのです。ロマノフ一家の処刑。1917年7月16日の深夜、警護兵に戦況に危険が及んでいるため、あなた方を安全な場所へ移送します。すぐに身支度を整えるように。との名目で、一家をエカテリンブルク内にある地下室に移動させます。この時、すでにアレクセイは自身の力で立つことはできず、父に抱きかかえられて移動したと言われております。そして、ついにその瞬間が訪れます。今からお見せする動画は、史実に基づいた処刑の様子となります。少し閲覧注意です。For crimes against Russia, the Ural Soviet has hereby sentenced you to death. Your life is finished. What?
Sometimes we have to believe in something. Sometimes we have to believe in magic. Is the pain gone? Yes. これがロマノフ王朝最後の後継者であるアレクセイ皇太子の最後の様子となりました。かわいそうなことに処刑時にアレクセイはいざという時にいつでも逃亡できるようにとアレクサンドラ皇后が下着にたくさんの宝石を縫い付けられており、それが防弾チョッキ代わりになったことからなかなか絶命しなかったと言われております。また彼の遺体については2007年にエカテリンブルク近郊でアレクセイのものと思われる遺骨が発見され DNA 鑑定を行ったところ2008年に遺骨はアレクセイ皇太子のものと断定されました。実に処刑されてから90年近く経ってようやく歴代のロシア皇帝が埋葬されているペトロパブロフスキー大聖堂に国葬されたのです。わずか13歳という若さで将来の皇帝という宿命を背負わされ、皆から期待され、そしてひどい裏切り方をされ、それら全てを突きつけられたアレクセイ皇太子。彼は最後に何を思って天命を迎えたのでしょうか。皆様はどう思いますか。私は彼の13年間はあまりにも切なく、そしてその細い肩にはひどいほど重かったのだろうと胸が痛くなりました。最後までこの動画をご覧になってくださいまして本当にありがとうございました。